冬ですね。はい、だんだん寒くなってきましたね。ね。となるのが心配なのが今日のテーマです。はい。何ですか？これはホットカイロですか？うん。これは湯たんぽですね。ちょっとなんか魚みたいですけど、はい。これは電気毛布ですね。ですよね。冬のあったかグッズの定番ですよね。はい。これを使うと冬心配なのが低温やけどになります。結構ですね、1年間冬になると患者様の中で何人かはこのやけどになってしまうということが、残念ながら起こっております。個別になるべく1人ずつの患者様に注意してくださいね、注意してくださいねって呼びかけるんですが、一方で整形外科にはある病気が多いので、どうしてもこれになってしまうことがあるんです。はい、今日はそこを解説していきたいと思います。このホットカイロなどもちろんあちってなるような温度だったら気づきますよね。だけど温度が44度から55度っていう体温よりちょっとあったかいぐらいなので、結構ずっとしてても気持ちいいなとか気づかないんですよね。はい、もう貼った時はあったかいと思うけど、その後忘れちゃってませんか？そうですね。そうするとじわじわと長時間温まってる。どういうことが起こってるかっていうと、普通のやけどっていうのは皮膚の表面にあちってなってやけどが起こりますよね。気に触っちゃったとか、油が跳ねたとか、熱いものに触ったとか、そうじゃないですか。でも低温やけどは違うんです。長時間この温度で皮膚のずっと奥底の方、深部が長時間にあたってじっくりとやけどが起こってしまうので、気づかないけど結構大変なことになっちゃってるんです。結果として治りにくいということが起こります。わかります？はい、なんとなくイメージはわかります。なんかお肉なんかもうじわじわとゆっくり焼くと芯までしっかりと焼けて、これは美味しいんだけど、やけどはそうはいかないので、じっくり芯が焼けちゃったら困るんですよ。はい。でこの症状ね、程度によって分類されています。軽い軽度1度、中等度中度2度、そしてすごく重症の10度3度、1、2、3っていうふうに分かれているんですが、3になるほど当然重症になっていくわけですね。まず軽症、これ味わったことあるんじゃないですか？ちょっとなんかこうヒリヒリするなみたいな痛み、あと表面がうっすら赤くなってたりっていうことありますよね。これは1度です。次、ちょっとこう強い痛みを感じるようになってきたり、表面にぷくって水が溜まった水泡ができてしまう。これが2度です。そして3度、これはなかなか起こらないですけど、皮膚壊死。壊死って何だか分かりますか？皮膚が死んだ状態ですよね。その通りです。黒くなって死んでしまう。そうなると中の神経も死んでしまうので麻痺が起こるわけですね。これはもう本当に重篤。中にはですね、その死んでしまった組織を手術的に取り除くってことをしないとダメになってしまうような重度の状態もあるんで、本当に予防的に気をつけてもらいたいなと思うわけです。で特にこれが寝てる時によく起こるんですよね。起きてる時だったらあれなんか暑いなとか思って、じゃあ外そうとかね、その触れてる部分を変えようとか思いますけど、寝てるとそうはいかないので、朝まで眠いから寝てしまって朝に気づくっていうことが起こるわけです。私の患者様もほとんどがこの朝気づくパターンで、朝起きたらその形のまんまやけどしてたっていうことが起こるんですね。なんかご家族で最近、最近おばあちゃんがですね、腰が悪いっていう座骨神経痛がやっぱりあって、それでカルカイロを貼って寝てたらしいんですけど、足にやっちゃったんですか？足に貼って寝たら朝やけどになっていて、皮膚科にかかってたっていうのがありましたね。まさにそれが典型的なパターンなんですけれどもね、腰の病気、例えば腰の中、神経の周りが狭い狭窄症などという病気では、足に座骨神経痛が起こるので足がつったり足が痛かったりっていうことがあるから、その患部に
ホットカイロ貼って寝ちゃうわけですよ。そうすると6時間7時間8時間寝てる間にじわじわと長時間うっすらと温め続けてこの低温やけどになってしまう。なので、特にこの腰悪い方って足の感覚が鈍かったりするんですよね。より気づかないということになりますので、本当にそういうのは注意です。私はホットカイロは日中は気づくので日中使ってください。だけど夜はさすがにこれは使わないでくださいっていうことを推奨しております。冬のあったかグッズ、いろいろといいこといっぱいありますが、注意も必要だということを少し念頭に覚えておいてください。この動画をご覧くださった皆さん、高評価、チャンネル登録お待ちしています。よろしくお願いいたします。